通腰痛ってこの状態で膝を立てるっていうのもこれ一番楽。まずこれで7割8割の力があるんですよ。でこれでもダメだったら体勢変えなきゃダメなんですけど、まずこのやり方っていうのをしっかり覚えるんですね。でね、必ずね、この膝の裏っていうのは腰の反射点って言われるのがいて、必ずありますよ。だからここでまず痛みを確認。これはね、腰が痛い方でもしっかり出してやらなきゃダメ。絶対大丈夫だから。これでより痛くなるってことはまずありえないから。どんなに動いても。それは動いた方向が良くなっていく方向だと思うんです。そこまで言うとちょっとわけわかんないんですが、まずここで痛みをしっかりと確認する。この人は割と我慢強いから顔だけ表情を表現してるけども、実際言うと本当にって逃げちゃうわけこれ。ね、こうやって探ってみるっていうこと、これが大事。で必ず腰痛の方ってこれがある。これをまず痛いというのをしっかりと出して相手に知らせることだよ。ね、これは認識を変えていくっていうのがあるんだから、まず痛いものは痛いと、ね、中途半端に見ないってこと。今みたいにちゃんとしっかりと相手が痛いっていう感覚を持つまで出すことよ。かといってあんまりしつこくやっちゃダメだよ。だからまず軽く押さえますよね。こうやってやっとかないとね、相手っていうのは不安になっちゃうんだよ。例えばこうやってやると、こっちどうするのってことになる。だから必ずこういうとこは相手をちゃんとしっかりとサポートしてあげる。これがとっても大事です。で、足を反ってこらえてトンってやってるんだけど、相手はさ、何も分かんないでくるわけだね。だからお互いにちゃんと信号をちゃんとなんていうのかな、認識しておく。力の抜くとこは抜く、こらえるとこはこらえるっていうね、お互いにその合図をまず作っておくこと。だからこうやってぐーっと反りました、外へ抜けました、ドン。でこれを3回軽くやりますね。バカ力じゃないよ。例えばぐーっと反って外、さあ頑張ってグーなんてやるもんじゃないよ。ね、相手がグッグッとこう来たら軽くグッ。でも相手は勝手に力入れてくれるんだよ、これ。ドン。これを3回やると、大体ここが取れてます。痛い。マジですか。さっきよりも強くやってんじゃん、こうやって。全然分かりやすいですよ。ね、必ずこれをやること。